綾神。あいつが俺たちが探していた男か。花のお江戸というけれど、夜に咲くのは怪し花。妖異と呼ばれる怪物に挑む男は竜道行圧。四十近い年となりゃ主役の看板重すぎる。居場所探して逃げ続け、たどり着いたはゴミの山。そろそろこの世に見切りつけと。あいしゃ雲七ってケチな博打打ち。さて話を続けるか。そうさ舞い上がれ星よ、一度だけ輝いて光を照らして、運命の空をかける一筋の光が二人を変えてゆくよ。確かめたのは怖いからじゃない。少女はあの流星に絞った丸いレンズに額を寄せた。始まるよ君が横でつぶやく。そっと息を止めた二人手に来た。わかってるんだ、もうすぐきっと奇跡がやってくる。さあ舞い上がれ星よ、一度だけ輝いて光を照らして、運命の空をかける一筋の光が二人を変えてゆくよ。雪圧さ雪圧さ、もういい、逃げましょう。俺はあの風景を知っている。太田、太田、幾田。聞きたいことがある。南部から来た多江さんと太田だね。もう二度と見ないと思ってたあの風景。あの化け物たちは俺を迎えに来たのか。なんで今さら。あの世の
今さら頼るのか。いや恐れるほどではないですね。小笠原の屋敷に届けてやれ。殿様、こいつが探されていた。万社改め書5人目の怪しいよ。ユキさん、ユキさん。タエさんか。無事で。どこだここは。化け物は。とうに消えた。私ら変な人らに捕まって。そうか。すまねえ。私らのせいでこんな。化け物はあんたらを追ってきたというのか。化け物でね。あれは山神様だ。いつまでたっても暑くならねえ夏。もう何年もまともに米が取れなかった。ひどい凶作続きであちこちに飢え死にが出たってな聞いてる。でも一度飢饉があると簡単には立ち直れねえ。仕方ねえんだ。あとは神様に助けてもらうしかねえ。子供を山の神に捧げる。村の古い習わしだ。そうすれば山神様の怒りが収まって来年こそは。だけど音が思いとどまって山神様を怒らせちまっただ。山上は生贄の太田を追ってきているか。太田、お前のトトは。トトは怖い。お前。ユキさん。ユキさんは何から逃げてるんですか？え？言ってましたよ。お前たちも逃げてるのかって。俺は昔こことは違う風景を見た。それがずっと追いかけてくる。俺を連れ戻すように。来い。お頭がお呼びだ。用意を退治する。お前も見たようなあやかし化け物の類。これまでは嵐や地震と同じで放っておいた。だがもはやそうもならん。いずれは上様直々に命じられるお役目となる。用意を退治する者を怪しと呼ぶ。貴様もその怪しとなるのだ。俺ははぐれ不眠だ。不眠寄せ場に引き渡されれば今度は首が落とされる。貴様、南町の会の神といかなる関係か。南の会、妖怪って言われる。とぼけるな。会の神が万社改め書を認める引き換えとしてお前を探し出して怪しにするよう言ってきたのだ。
私とて不眠など雇いたくもないわ。お前その入れ墨消したくはないか。お前女だよな。怪しともなれば不眠ではなくなる。もう逃げ回る必要はない。俺が逃げているのは不眠の刈り込みからじゃない。異なる風景を持つ異界からか。なんだ。馬小屋の方です。用意。あれです。南部からずっと江戸を目指してきた。アビと江戸源は間に合わぬか。大さん、太田。誘導。大さん、大さん。ユキさん。太田は太田、太田、カカを助けるぞ。オラは行く。太田、オラ行く。太田。エーダ、あの子が助けてくれるわけもねえ。何を見ている。早神で戦え。あの力のことか。神羅万象、全てのものには名前があり、それを示す文字がある。そして文字には秘められた意味がある。それが綾神。それを取り出すことができるのが貴様だ。ダメだ。あれは異界の力だ。力を使えば異界に引き戻されるとでも言うのか。アジ、江戸源。もう一発。やったか。騒ぎになりますな。古くなっていた塀が崩れたと報告する。あとは勘定奉行がどうにでも。どうやらそのあたりの駆け引きに巻き込まれているらしいな。黙れ。もはや猶予はない。用意が子供を追っている限りまたこのようなことが。他に方法はないな。お待ちよ、宝太を。どうするおつもりですか。おとりにして用意を始末する。なんだと。もともと生贄にされた命だ。やめろ。だったらあんたが子供を助けてみるか。哀れとは思わんのか。この母と子が。哀れと言えなくもないが、あなたと理由は違う。お前は。申し遅れましたね。江戸玄罰、こっちは阿鼻、それから才蔵。これが怪しか。いいか、太田は俺が探す。では怪しになるというのだな。今回だけだ。あんたと太田に罪はない。案ずるな。何か食うか。いや、いい。男ってのはいくつになっても女の前で格好をつけたがる。女扱いしてほしいならそういうなりをしろ。悪いのは飢饉と山の神。親子に罪はないか。あの用意の現れた先を追っていろいろと調べた。それで用意はめったに人の目に触れることはない。何か理由が生じた時だけ出現するのだ。どこからか。お前が逃げてるという異界からかもな。分かったことは3つ。あの子の上に姉がいた。それが3年前姿を消している。2つ、
去年の秋は豊作ではなかったが米は取れた。3つ、あの親子の村に山の神の言い伝えはあった。だがそれは古い風習のことで、飢饉の時子供を山に連れて行って。そうか、それで合点がいった。なら太田はおい、太田、雲七、戻っているんだな。太田はあのゴミの山に。どうした竜道。あの子は俺だ。違う、あの子はたまたま見ちまっただけだ。子供の頃あの風景を見ることはよくある。だけど戻ってきたのはあんただけだから、あんたは綾神を使える。すべてのものの本当の名前をつかみ出す。太田、お前が探しているものがやっと分かったよ。どうしてあの風景から逃げるんだ。オラはあそこに行きたい。そんなに嫌か、この世は。トトが山の神にお前を捧げたからか。そうだな、トトは山の神なんていないと思ってた。ねえトト、姉ちゃんもこうしたの？あの時はどうにもならなかった。でもオラおかしくなっちまった。米や麦じゃダメなんだ太田。嘘だ、山神なんているわけねえ。山神なんていねえからオラたちは。その時異界を見たのか。ほら、あそこに来て。なぜだ、そこに何がある。ほら、ここにいちゃいけねえんだ。あそこがオラのいる場所なんだ。どういうことだよ。あんたはその風景から逃げてきたんだろ。俺はかつてあの風景の中にいた。そして戻ってきた。それ以来どこにいても何を見ても満たされない心のどっかが異界を求めちまってる。そして俺は家も身分も何もかも失った。俺が逃げていたのはこの世からだ。行けばいいんだ、異界に。いや、それでも人はこの世で生きていくんだ。つまらなくても辛くても。本気でそう思ってるのか。あんたはこの子を出しにして異界に行くつもりなんじゃないのか。違う。お前は何だ。なんで太田を追ってきた。竜道。山から降りた神はもはや神には戻れない。何かが神を山から引きずり下ろした。それは何だ。あんたは綾神を使える。すべてのものの本当の名前をつかみ出す。あの字は父、太田の父親が山の用意と一体化したのか。トトは用意になってお前を追ってきたんだ。斧か。父の文字は斧を持つ者、長の権威を示すと言われる。奴め、父の綾神を引きずり出した。もういいんだ。
行くな。それで全てを忘れてしまうつもりか。ほら、怖いこと忘れない。トト、ほらここにいる。ここでカカといる。ユキさん、ユキさん、ダメ。オラに言ったろ。これでいいんだよな、ユキさん。ああ。用意を食らう怪し。雪圧はその味を知っている。江戸の下に隠されているもの。三の話、花江戸安流。